料理が好きを日本で仕事にフードコンテネータ、就活完全ロードマップ。この一本で人生の選択が変わるフードコンテネータ完全攻略本。皆さんはテレビの CM や雑誌、あるいはインスタグラムで思わずよだれが出そうなぐらい美味しそうな料理の写真を見たことがありますよね。実はあれ、ただ料理人が作ってカメラマンが撮っているわけじゃないんです。その裏には料理を見せるアートに昇華させる魔法使いがいます。それが今日ご紹介する職業、料理系フードコンテネータです。料理が好きだからいつか仕事にできたらいいな。でも普通の飲食店のキッチンじゃなくて、もっとクリエイティブなかかり方がしたい。そう思ったことありませんか？でも、いざ調べてみると、どうやってなるの？特別なセンスが必要？そして何より、ぶっちゃけ食べていけるの？と不安だらけですよね。安心してください。今日の動画、この一本見るだけで全て解決します。ネットのあちこちに散らばっている情報を探す必要はもうありません。仕事のリアルな内容からプロになるための進路フローチャート、気になるお給料事情、そして現役の人しか知らない知られざる自国の辛さまで一切の忖度なしで完全解説します。特に動画の後半でお話しするフードコンテネータのリアルな年収と未経験から飛び込む裏技は、これから進路を決める学生さんや転職考えている社会人の方にとって人生の選択を作用する超重要なお話になります。絶対に途中で閉じずに最後までついてきてくださいね。それでは食の魔法使いになるための扉を開きましょう。本編スタートです。1、第一章。料理系フードコンテネータとは、ただの盛り付け係ではない真実。それでは早速、第一章に入っていきましょう。皆さんはフードコンテネータと聞いて、どんな仕事を思い浮かべますか？おそらく多くの人がお皿の上に料理をきれいに並べる人とか、SNS 映えする写真を撮るための飾り付け係って思っているではないでしょうか。ここ、実は多くの方が誤解しているポイントなんですよね。結論から言います。ただの盛り付け係ではありません。食の総合演出家です。料理系フードコンテネータとは、料理や食材を使って見た目や味のバランスを整え、料理のプレゼンテーションや演出をトータルで担当する専門職のことです。これだけだと少し難しいですよね。具体的に彼らが何をしているのか、5つの重要な仕事内容を見ていきましょう。まず1つ目は、皆さんがイメージする料理のスタイリングです。適切な器を選び、光の使い方や背景まで計算して、料理を最高に美しく見せます。2つ目は、撮影や映像作成のディレクション。カメラマンと一緒に広告やメディア用の写真、映像を作り上げます。想像してみてください。テレビ CM で
ハンバーグから肉汁がじゅわっと溢れ出すあの瞬間。あれも彼らの計算し尽くされた演出なんです。三つ目は、なんとレシピ開発。新しいメニューを考えたり、既存のレシピを美味しくかつ美しく改良したりもします。さらに四つ目は食材の選定。季節感の演出や品質管理のために、どの食材や調味料を使うかまでアドバイスするんです。そして五つ目はイベントの企画運営。料理教室やフードフェイスなどの企画を立て、ブランドイメージに合わせたテーマ設定まで行います。どうですか？ただ綺麗に盛り付けるだけじゃなく、レシピから考えて食材を選び、空間やイベントまでデザインする。つまり、料理の見た目だけでなく、全体のコンセプトやテーマに合わせた演出力が求められる仕事だということです。奥が深いですよね。2、第2章。求められる絶対的資質と向いている人柄。センスより大切なもの。さて、仕事の全体像が見えたところで、こんな不安を抱いた方がいませんか？私はそんなに芸術的なセンスはないかも。絵を描くも苦手だし、向いていないのかなって。安心してください。実はフードコンテネーターに求められる絶対的な資質は、生まれ持ったアートの才能だけではないんです。もちろん、色彩感覚やデザインセンスといった美的感覚や新しいレシピを生み出す想像力は重要です。それに、食材の特性を理解する料理の知識と技術も欠かせません。ですが、プロとして生き残るために絶対に外せないもう一つの能力があります。何だと思いますか？それはコミュニケーション能力と柔軟性です。例えば想像してみてください。あなたが雑誌の撮影現場で完璧なオムライスを作ったとします。でも現場でクライアントの監督が突然、ごめん、やっぱりこれもっと春らしいポップな雰囲気に変更できる？と言い出したらどうしますか？ここで、いや、事前に打ち合わせた通りに作りました。と突っぱねる人は、プロの世界では次に呼ばれません。フードコンテネーターはカメラマン、シェフ、デザイナーなど多くの人と協力して一つの作品を作り上げます。だからこそ、クライアントの要望を的確に汲み取る対話力や予期せぬトラブルにさっと対応できる適応力と問題解決能力が命綱になるんです。だから、この仕事に向いている人というのは、天才的なセンスを持っている人よりも、むしろ次のような人です。細かい部分にまで気を配る注意深さを持っている人。限られた予算や時間の中で最善を尽くせる問題解決能力がある人。そして何より長時間の立ち仕事や細かい作業をやり遂げる忍耐力と集中力を持ち、
料理に対する強い情熱を持ち続けられる人。どうですか？センスという曖昧な言葉よりもずっと現実的で努力でカバーできる部分が多いと思いませんか？もしあなたが料理への情熱と人を楽しませたいというサービス精神を持っているなら十分に素質がありますよ。さあ、自分が向いているかもと少しワクワクしてきたところで、次の章では、じゃあ具体的にどうやってその職業に就くのというお話をします。高校生からの進路選びから必須資格まで、絶対に失敗しないロードマップを大公開します。そのまま続けてみてくださいね。3、第3章、完全ロードマップ、高校生からプロになるまでの最短ルート。さて、ここからは第3章。皆さんが一番気になる、じゃあ具体的にどうやってなるのという話です。料理系フードコンテネーターになるための完全ロードマップを高校生からの進路を例に解説しますね。今高校生なんだけど何から始まればいいってコメントをよくいただきます。結論から言うと、プロになるためのステップは大きく分けて3つです。1つ目が基礎の習得。2つ目が専門スキルの証明。そして3つ目がポートフォリオの作成です。順番に見に行きましょう。まず、高校生活では家庭科や料理の授業を選んだり、料理部に参加して基礎を作ります。ここまでは想像つきますよね。一番の分岐点は高校卒業です。ここで大きく2つの道に分かれます。1つ目は料理専門学校、調理師専門学校への進学。ここはとにかく実践命です。基礎から応用までの料理技術を徹底的に叩き込まれます。もう一つは大学や短期大学への進学。食品学部や栄養学部で食材の理論や栄養学、食文化という知識の土台を深く学びます。皆さんならどちらの道を選びますか？実践派ですか？それとも理論派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。どちらの道を選んでも正解です。基礎を身につけたら、次はインターンシップやアルバイトで実務経験を積みつつ、資格取得を目指します。そして最後に一番重要な武器を作ります。それがポートフォリオ、作品集です。ここ超重要なので覚えて帰ってくださいね。この業界、私、料理が得意です。という口約束は誰も信じてくれません。私が手掛けたスタイリングはこちらですと、写真や実績をまとめたポートフォリオを見せて初めてプロとしてスタートラインに立てるんです。だからこそ学生時代から SNS やウェブサイトを使って自分の作品を発信し続けることが最強の就職活動になります。4. 第4章、リアルなお金の話。1、学校選び、学費、必須資格の真実。さあ、お待たせしました。第4章は皆さんが一番知りたい、そして誰も
教えてくれないリアルなお金の話です。先ほど専門学校や大学に進学すると言いましたが、ぶっちゃけ学費はいくらかかるのか、リアルな相場を大公開します。結論から言います。料理専門学校、調理師専門学校の場合、年間学費は約80万円から150万円。それに教材費や10万円から20万円ほどかかります。大学、食品、栄養系の場合、年間学費は約60万円から120万円。こちらも教材費や実習費が追加でかかります。さらに短期大学なら年間50万円から100万円ほどです。どうですか？この金額を見て、わあ、結構かかるなと思った方もいるじゃないでしょうか。ここすごく悩むポイントですよね。でも安心してください。もしそんな大金すぐには用意できないという方には別の選択肢もあります。それが通信教育、オンラインコースや資格取得講座です。これらなら5万円から30万円程度でフードコンテネーターとしての専門知識や資格をピンポイントで学ぶことができます。そしてこの資格についてです。この仕事って弁護士やお医者さんのようにこの資格がないと絶対に名乗れないという国家資格ではありません。ですが、自分の実力を証明する最強のパスポートとして持っておくべき資格が4つあります。1つ目、フードコンテネータ資格。これは日本フードコンテネータ協会が認定するもので、難易度が中程度、スタイリングからレシピ開発まで幅広く問われます。2つ目、フードスタイリスト資格。見た目を美しく整える技術に特化した資格で、難易度は中程度から難しい。より実践的な撮影スキルなどが求められます。3つ目、国家資格の栄養士。難易度は高いんですが、健康志向が高まる今の時代、これを持っているコンテネーターは企業から引っ張りだこです。4つ目、同じ国家資格の調理師。難易度は中程度。食の安全や基礎技術の証明として絶大な信頼を得られます。まとめると、お金と時間をかけて学校でがっつり学ぶか、オンラインや独学で資格を取りながら現場に飛び込むか、自分の予算とライフスタイルに合わせて賢く選択していくことが大切というわけです。さて、学校の学費や資格の難易度が分かったところで、皆さん一番聞きたいのは、それだけ投資して結局いくら稼げるの？ってことですよね。次の第5章では初任給から夢の独立フリーランスでの年収までガチの給料事情を丸裸にします。お楽しみに。5、第5章リアルなお金の話にぶっちゃけ年収いくら？初任給から独立後の夢まで。さて、学校の学費や資格の難易度が分かったところで、皆さん一番聞きたいのは、それだけ投資して結局いくら稼げるのってことですよね。
ここからは第5章。切れ事なしのリアルなお金の話。給料と年収についてガチで暴露します。結論から言います。この業界は完全に経験と実力主義の世界です。年収はあなたのスキルと経験年数によって天と地ほどの差が出ます。まずは一般的な収入の目安を見てみましょう。まず、駆け出しの時期。経験1から2年の初任給レベルですね。この時期の月給は約20万円から30万円。年収にすると約240万円から350万円ほどです。正直に言います。最初は決してめちゃくちゃ稼げるというわけではありませんよね。専門学校に何百万も払ったのに最初はこれだけと思った方いませんか？でも、ここからが実力主義の面白いところです。経験を3から5年積んで中堅になると、月給は約30万円から50万円、年収は約360万円から600万円に跳ね上がります。そして、経験5年以上のシニアクラスや上級者になると、月給は約50万円から80万円、年収は約600万円から960万円に達することもあります。さらに夢があるのはフリーランス、独立という道です。企業に属さずフリーランスとして成功すれば案件ごとに高単価な報酬を得られるため年収1000万超えも夢ではありません。ただし仕事がない時期は収入がゼロになるリスクもあります。給料を左右する要素は主に4つです。1つ目は大手食品メーカーや広告代理店で働くか、フリーランスかという勤務先。2つ目は有名プロジェクトを成功させたかどうかの実績。3つ目は東京などの都市部か地方かという地域差。そして4つ目が和食専門、スイーツ専門といった専門性と資格です。要するに、ただ言われた通りに盛り付けるだけの人は一生安い給料のまま。でも、この人に任せれば売り上げが上がると言われる食の演出家になれば、青天井で稼げるということです。皆さん、この現実を知ってワクワクしましたか？それとも不安になりましたか？ぜひコメント欄に本音を書いてみてくださいね。6、第6章、光と影。圧倒的なやりがいと知られざる自国の辛さ。さて、稼げる未来が見えたところで第6章です。ここからはこの動画で一番重要なお話をします。どんな仕事にも光と影がありますよね。フードコンテネーターの圧倒的なやりがいと現役のプロたちが口を揃えて言う自国の辛さについてです。まずは光の部分。やりがいは本当に素晴らしいです。自分のクリエイティブなアイディアで料理をアートのように美しく見せることができる。そして自分の手掛けたスタイリングがテレビや雑誌に出て多くの人に美味しそう、感動したと喜んでもらえる。この目に見える達成感と自己表現の喜びは他の仕事でなかなか味わえません。
しかし、その華やかな光の裏には想像を絶する影があります。皆さんに覚悟してほしい3つの地獄をお伝えします。1つ目は圧倒的なプレッシャーとクライアントの壁です。現場では常に完璧が求められます。短い納期に追われながら、時にはクライアントと意見が食い違うこともあります。予算はないけど最高に豪華に見せてという無茶ぶりに笑顔で対応しなければならないんです。二つ目は想像以上の肉体労働です。お皿にピンセットでハーブを乗せる。そんな優雅な時間ばかりではありません。実際は大量の重い機材や食器を運び、撮影のために何時間も立ち話で作業します。屋外の撮影なら天候や気温の変化と戦いながら料理の温度や品質を失習しなければならないんです。体力勝負の土方作業の一面もあるというわけです。三つ目は異常なまでの細部へのこだわりです。ハンバーグの焦げ目が1ミリずれてる。ソースの垂れ方が美しくない。そんな理由で何十回も作り直し、再調整を繰り返す世界です。どうですか？料理が好きというふわっとした気持ちだけど、心が折れてしまいそうですよね。でも、だからこそ言いたいんです。この地獄のようなプレッシャーと体力勝負を乗り越えた先にあるからこそ、自分が手掛けた映像が世に出た時の感動は一生の宝物になるんです。辛いこともあるけど、やっぱりやってみたいと思ったあなた。次の第7章では実際にどんな場所で働けるのか、そして安心のフルタイムか、自由なフリーランスか、働き方のリアルな選択肢について徹底解決します。まだまだ有益な情報が続きますよ。ついてきてくださいね。7、第7章。就職先と働き方のリアル、フルタイム、フリーランスの選択。さて、過酷な現実も知っていただいた上で、それでも食の演出家になりたいと思ってくれた皆さん、ここからは第7章です。じゃあ、実際にプロになったら、どこでどんな風に働くのかという就職先と働き方のリアルに迫りましょう。まず王道なのが食品メーカーや飲料メーカーです。キッコーマンやサントリーのような大手企業で食品のパッケージデザインや広告用の料理スタイリングを担当します。ここはフルタイム勤務が多く、収入も安定しやすいのが特徴です。次に広告代理店やメディア、出版業界、電通や博報堂、あるいは NHK や大手出版社などですね。テレビ番組のプロデュースや料理雑誌の撮影など最前線のクリエイティブに関われます。そして3つ目が料理スタジオやレストラン、ホテル、スターバックスのような大手カフェチェーンやホテルオークラのような一流ホテルで新メニューの開発や店舗のビジュアルをトータルでコンテネートします。そしてこの業界ならではで大きな選択肢が企業に属するかフリーランスとして独立するかです。企業に働くフルタイム勤務は
週休2日など生活リズムが整いやすく、安定した給料がもらえます。一方、フリーランスは自分の好きな場所、時間で働ける圧倒的な自由があります。高単価な案件をこなせば一攫千金も夢じゃありません。ただし、仕事の獲得からスケジュール管理、さらに請求書の処理まで、すべて自分でやる必要があります。皆さんなら安定のフルタイムと自由と挑戦のフリーランス、どちらの働き方が理想ですか？ぜひコメント欄で教えてください。8、第8章、未経験からの転職戦略と AI 時代における将来性。この動画を見ている方の中には、もう社会人だけど、今から未経験で飛び込めるなのかなと悩んでる方もいるはずです。第8章では、そんなあなたのための転職戦略をお話しします。結論から言います。未経験でもチャンスは十分あります。ただ料理が好きですと履歴書に書くだけでは絶対に受かりません。未経験者が採用を勝ち取るための最強の武器。それは第3章でもお話ししたポートフォリオ作品集です。今の時代、SNS やブログという無料の最強ツールがあります。週末に自宅で料理を作り、徹底的にこだわってスタイリングし、最高の写真をインスタグラムで発信し続けてください。それがあなたの実力証明書になります。また、いきなりプロを名乗るのが不安なら、プロのフードスタイリストのアシスタントとして現場に潜り込むのも超おすすめの戦略です。現場の空気を吸いながらお金をもらって学べる最強の環境ですよ。そして将来性についても触れておきましょう。AI が進化したら、こういう仕事って奪われないの？と不安になる方もいますね。結論。奪われるどころか、より需要が爆発します。なぜなら、SNS や YouTube といったデジタルメディアが拡大すればするほど、人の心を動かす美しい料理のビジュアルの価値が高まるからです。さらに AI や AR、拡張現実の技術が進めば、フードコンテネーターはこれらの最新テクノロジーを使いこなす側になり、もっと高度で面白いプレゼンテーションができるようになります。食を通じた体験型イベントもどんどん人気を集めているので、この職業の未来はめちゃくちゃ明るいんです。9、第9章、関連職業の紹介。あなたに合った職の仕事は他にもある。さて、ここまでフードコンテネーターのリアルをたっぷりお伝えしておきました。もしかすると中には、自分がやりたいこととは少し違うかも。あそこまで撮影現場でバチバチにやるのはしんどいかなと思った方もいるかもしれません。それ全然ネガティブなことじゃありませんよ。この動画を見て自分には合わないと気づけただけでも大成功です。実は食に関わるエクティブな仕事は他にもたくさんあるんです。最後にいくつかご紹介しますね。例えば、最も新しい味を生み出すことに集中したいなら、レシピ開発者。料理を作るよりカメラの
フェンダー越しに料理の美しさを切り取るのが好きなら料理写真家。文章で料理の魅力を伝えるのが得意ならフードライター。そして飲食店のメニューや店舗デザインまで経営目線でアドバイスしたいならフードコンサルタントという道もあります。食の世界はあなたが思っている以上に広くて自由です。フードコンテネーターはあくまで一つの選択肢。あなたの料理が好き、人を楽しませたいという情熱を活かせる場所は必ず見つかります。さあ、いよいよ次が最後のパートです。今日の動画で学んだ超重要なポイントを総復習と、この動画を最後まで見てくれた食のプロを目指すあなたへ特別なプレゼントのお知らせがあります。絶対に最後まで見逃さないでくださいね。10です。まとめ、重要ポイントの総復習、いかがだったでしょうか？今日は料理系フードコンテネーターという職業の裏側を良いところも悪いところも包み隠さずすべてお話ししました。最後に今日学んだ最も重要なポイントを3つだけ一緒におさらいしましょう。1つ目、料理系フードコンテネーターは単なる盛り付け係ではなく、料理のプレゼンテーションや演出をトータルで担当する専門職です。見た目の美しさだけでなく、全体のコンセプト設計やレシピ開発まで手掛ける食の総合演出家でしたよね。二つ目は、この世界で生き残るために最も重要なのは、生まれ持った天才的なセンスではありません。美的感覚や料理の知識はもちろん大切ですが、それ以上にクライアントやチームと円滑に進めるためのコミュニケーション能力と予期せぬトラブルに対応する柔軟性と適応力が絶対的な武器になります。そして3つ目、長時間の立ち仕事や重い機材の搬入、そして完璧を求められる高いプレッシャーといった自国の辛さは確かに存在します。しかし、それを乗り越えて自分のクリエイティブな表現が世に出て、人々に視覚的な楽しさや喜びを提供できる瞬間の達成感は、他の何にも代え難い圧倒的なやりがいとなります。もしあなたが料理が好き、自分のセンスで誰かを感動させたいと本気で思っているなら、今日から行動を始めてください。スマホで今日の晩ご飯を最高に美しく撮影して SNS にアップする。それだけでもプロへの第一歩はすでに始まっています。最後までいただき本当にありがとうございました。この動画が少しでも役に立った、モチベーションが上がったと思ってくれた方は、今すぐ画面下の高評価ボタンとチャンネル登録をポチッと押してください。皆さんのそのワンクリックが次の動画を作る最大のエネルギーになります。そして今日の動画を見て、私は実践派として専門学校で学びたい。いや、まずは SNS でポートフォリオを作ってみるなど、あなたのこれからの決意をぜひコメント欄で教えてください。私、全部のコメントを目に通して返事します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの夢、全力で応援しています。